こんにちは。年末年始はマルタ島に来ています。日本から14時間かけてロンドンに入ってロンドンで1泊して、それからマルタ島に来たんですが、今日はマルタ島2日目でこれから観光に行こうと思っています。今ですね、気温がだいたい朝で16度ぐらい、結構あったかいんですよ。日中は19度ぐらい上がるそうなので、もうこうやってね T シャツにカーディガンで行こうかなって思ってます。ジャケットとか、あとロンドンと帰りはパリによるのでダウンも持ってきたんですが、ちょっとねマルタ島では必要ないかなということで避寒地とは聞いたんですが、こんなにもあったかいとなんか夏のリゾートだけじゃなくて冬に来てよかったなっていう感じがしています。マルタ島は東京23区よりも小さな島で国なんですが、長い歴史があるので街中に世界遺産があったり見どころたっぷりの観光地がたくさんあるそうです。今日は12月31日マルタ島で過ごす大晦日をお届けしたいと思います。それでは行ってきます。マーケットやってました。31日の大晦日なので、もしかして、閉まってるかもしれないということだったんですが、なんとたくさんの人がいます。後ろこっち側ずらっとお店が並んでるので、これから散策したいと思います。たくさんのレストランが海に面して並んでいて、そしてこちらがずらっとマーケットがあります。とても過ごしやすくて気温が19度なんですが、ダウン持ってきたんですが全くいらないですね。上にカーディガン羽織って散歩してちょうどいい感じです。こういったパンとか、あと雑貨、後ろの方には鮮魚とかお肉も売ってあって、結構街のね生活必需品が何でもかんでも揃ってる感じです。雑貨屋さんでいつも旅先で集めてるマグネットがあったので、今回はこちらで購入したいと思います。マルタって書いてるのもあるんですが、この村の名前のマルタシロップって書いてるやつがあるので、せっかくなのでこちらにします。端から端まで全部見たんです。帰ります。すごいお魚。まだ午前中でこれからオープンするレストランが多くて支度してますね。晴れてとってもいいお天気になってきました。ガイドさんに聞いたら冬はやっぱり雨とか曇りの日が多いそうで、今回はかなりついてるということでした。ここが本日ガイドさんが予約してくれているランチです。早速中に入りたいと思います。海外はやっぱりまだクリスマスムードですね。この場所がステージになっていて、夜はダンスを踊ったりそういうショーも見られるそうです。こちらのレストランのオリジナルのホームメイドバターだそうです。もうなんかいろいろ入ってますね。Thank you。メインの牛肉と一緒にサラダや、そしてご飯、付け合わせのじゃがいもが運ばれてきました。
ランチのお店からすぐそばにあるこちらはモスタドームといって、マルタ島では一番大きい教会になります。ここで毎日礼拝が捧げられて、そして結婚式とかあとお葬式もするそうです。すごい。これはイエス・キリストが生まれた時の様子を再現した馬小屋のクリブなのですが、クリスマスの時期だけ飾られている特別なものだそうです。第二次世界大戦のシェルターもこのチケットで見学できるので、防空壕の中見てみたいと思います。防空壕の中入ったんですが、ちょっとなんかおどろおどろしいというか、階段入るときにね、なんかドワッと嫌な気がしました。まあそういう場所だから仕方ないんですけど、なんか長居したくないなっていう感じでさーっと歩いてすぐ出てきました。結構短くて、そうですね、30秒ぐらいかな、1分ないぐらいの感じでしたね。これから教会の隣にレモンチェロの試飲ができるところがあるそうなので、気を取り直してそっちに行ってみたいと思います。What is this? This one is karaoke. Karaoke. Get food here for us. Okay. 美味しい。イタリアのカプリ島に行くときに飲んだレモンチェロを思い出します。これからイムディーナの街に入っていきたいと思います。入り口すぐそば右に拷問の博物館がありました。ちょっとかなり残酷だそうなので、入ってる方いる。私はちょっと遠慮してきます。街中には馬車がたくさんあります。ここは250人しか住んでいなくて、10人しか車を使えないので、こうやって観光したい方向けに馬車が用意されております。どこの道もわざと先が見えないようにこうやってくね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 作っているそうです。これがイムディーナ教会で、このマルタ島の中にある教会の中で一番位が高いとされている教会だそうです。すっかり日が落ちて夜になりました。これからディナーの予約をしているお店に行きます。ホテルから歩いて 7,8 分くらいなんですが、結構暖かいです。多分今気温が14度ぐらいなんで、コート着ずにこのままジャケットで行けそうです。すごい木の形をした手が出てきました。
radish and lemon puree. So that's it. Some red wine too. And over. 食事を終えて帰ってきました。コース料理だったんですが、なんと3時間半以上もかかるところだったので、ちょっと時差もあってかなり途中でお眠りになってしまいました。味付け自体は結構濃いめの味付けで、バターをしっかり使った重めのフレンチかなと思います。マルタ料理は味が薄いって聞いてたんですが、そちらのレストランはもうしっかりワインに合うような濃い味付けのフレンチレストランだったので、私結構ねそういうの好きなんですが、ボリュームがかなりあって一品一品がね大きくて、しかも品数があったんで、日本で食べるフレンチの 1.5 倍ぐらいはあったんじゃないかなという体感ですホテルの前に海があるんですが、こちらグランドハーバーといって、大晦日は花火が上がるとガイドさんから聞きました。本当は観覧車がある方、もうちょっと先の方に行けば広場があって、そちらでカウントダウンパーティーをやっているそうなんですが、ちょっとこの時間から行くのは遠いなと思って、しかもね目の前がもうバルコニーから海なので、今日はそちらを見ながら年越しを迎えたいと思います。2014年まであと5分ほどになりました。ハーバーにはたくさん人が集まってきました。ここは何にもないので日中はほとんど人がいないんです。本当にここで花火上げるのかなと思って、さっきまで寂しい感じだったんですが、続々と人が集まってきているので楽しみになってきました。花火が始まりました。おめでとうございます。2014年もどうぞよろしくお願いいたします。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。